こんにちは、京子です。今日は100円ショップにあるアイテムを使って水彩の垂らし込みネイルを作っていきます。少し練習すれば誰でもできるようになるので、今日の動画を参考にしてみてください。ベースジェルを塗って硬化したら、その上に好きなカラーを2度塗りします。今回はお花のデザインがよく見えるように赤を塗っていきます。ボトルタイプのジェルネイルを使うときは、ボトルの口でブラシをよくしごいておくと塗りやすくなります。塗り終わったら硬化します。もう一度同じカラージェルを塗ります。塗り終わったら硬化します。2度塗りが終わったら上からマットトップを塗ります。今回使うのはセリアで買えるノンワイプマットコートです。この後に使う絵の具はマットコートの上でないと弾いてしまうので、必ずマットコートを塗ってください。塗り終わったら硬化します。垂らし込みのデザインを作るのに今回使う絵の具はこちらのアクリル絵の具です。これはダイソーさんかセリアさんで買うことができます。そして絵の具をのせるパレットはこのような透明のパレットがおすすめです。最近は100円ショップにもこのようなアクリルの台が売っているので、こちらを使っても大丈夫です。こういうペーパーパレットだと下が白で上からのせる絵の具も白でとっても見づらいので、他の色の時はこれでもいいのですが、白で垂らし込みをする時は透明のパレットをおすすめします。その他にお水とキッチンペーパーを使います。ブラシは何でもいいのですが、今回100円ショップに探しに行く時間がなかったので手持ちのものを使います。こんな感じのブラシでも描けるし、毛量の多いブラシでも描くことができます。このような毛先が短くて毛量が細いブラシでも描けなくはないと思いますが、結構大変なので、ある程度毛量があるブラシの方がおすすめです。パレットに絵の具を出します。ブラシにお水を含ませて絵の具を溶いておきます。ブラシを軽く整えたらお花を描いていきます。少し多いかなと思う水分の量で花びらを描きます。あまり多すぎると花びらから流れていってしまうので、量は自分で練習してみてください。爪の上に残った水分をブラシで拭き取ります。この時にブラシは一度キッチンペーパーで余分な水分を拭き取ります。ブラシの水分がなくなった状態で爪の上に残っている余分な水分を拭きます。余分な水分を拭き取るときは爪の表面をえぐらないように絵の具の表面だけをすくい取る感じで優しく拭きます。絵の具を拭き取るときはお花の中心に向かって筆を動かしていくと仕上がりが綺麗です。また垂らし込みネイルをするときは下地がしっかり乾いてからでないと上にのせた絵の具が混じってしまうので、しっかり乾いてから上に花びらを重ねるようにします。チップの上だと水分はなかなか乾かないですが、爪の上だと体温があるので結構なスピードで乾いていきます。
最初はチップで練習するのがいいですが、慣れてきて爪でやるようになった時はスピードが違うので注意してやってみてください。花びらの枚数は好きな枚数で構わないですが、8枚の花びらだと最初に上下左右に4枚描いて、しっかり乾いたのを確認してから交わるところに4枚また描いていくので一番簡単だと思います。慣れてきたら6枚や5枚、もしくはもっと多くの花を描いてみてください。これで8枚の花びらを描き終わりました。お花の中心は今回は爪楊枝で描いていきます。絵の具を先端につけたら真ん中に点を打って、そのままランダムに点を打っておきます。ラメがある人は真ん中にラメを散らしても綺麗ですし、中心にストーンを乗せてもとても綺麗です。絵の具がしっかり乾いたのを確認したら、最後にトップジェルを塗って完成させます。垂らし込みのお花を描いた時は普通のトップでもマットトップでもどちらでもお好きな方を使ってください。今回は普通のトップジェルを塗っていきます。塗り終わったら硬化します。これで完成です。垂らし込みのお花は大きめの方が描きやすいです。またお花の中心は爪のど真ん中よりも少しどちらかにずらす方が仕上がりがとても綺麗に見えます。ベースになるカラーはあんまり薄いと見えづらくなるので、ある程度濃いめのカラーの方がおすすめです。お好きなカラーをベースにしてぜひやってみてください。今回の動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。